はいどうも、いつきんです。本日は火の降臨イベントが来ておりますので、いつも通り攻略解説を行っていこうかなと思います。で、初めての人はいるかちょっと微妙なところですが、いつも通りですね、交換の商品が美味しいイベントとなっております。闇の円とかね、あとは火の円とか、変換石、この辺もね、美味しいイベントになっているので、ぜひ周回をしてほしいんですけど、結構やっぱりいつも難易度が高いということで、今回やってみたら結構簡単になってるのか、キャラのパワーが上がったからなのかはわからないんですが、わりかしクリアはしやすいと思うんですけど、どうしてもね、クリアできないっていう人は上級でも構わないので、上級周回して、この交換できる分を交換するという感じでやってください。で、今日紹介するのは超地獄級と地獄級の2つを紹介していきますが、基本的には難易度が上がっているだけなんで、編成に関しては流用ができるということで、超地獄級で使った編成を戦力が足りない人は上級で使えばクリアはできるというような形になっておりますので、一通りね、紹介をしていこうかなと思います。はい、それではまず1ウェーブ目ですね。ちょっと特殊なものから紹介をしていくんですが、今回氷属性を使った編成になります。で、1ウェーブ目は闇ゼラトを持ってるか持ってないかでめちゃくちゃ難易度が変わります。ゼラトがいたらもうあと何でもいいぐらいに簡単になるので、もう本当にゼラトを前衛に置いて、あとはひたすらデバフカウンターしておけば勝てます。なので、ゼラト持ってない人はちょっとこの後また色々と紹介をしていきたいんですが、大体の人持ってるとは思うんですが、こういう感じでね、カウンターしつつ、で、残りの2人なんですけど、属性が揃ってれば誰でも構いません。で、今回はちょっと珍しいキャラということで、アリアを使って、反撃をすると。結構解除されることもあるんですけどね、今解除されましたけど、結構解除の命中も相手高いので、わりかし希望の砦とかつけてても解除されてしまうんですけど、それでも全然手数的には問題がないので、ゼラトがいればっていう前提になってしまうので、ゼラトがいない人はちょっとアリアだとダメージが足りない可能性があります。で、氷タイミンを入れてる理由はスタン防止ですね。後衛のキャラクターが今回であればアリアですが、スタンした場合に、パッシブで解除してくれるので、攻撃の手が緩まないということですね。で、ゼラト君はもともとスタンしませんので、そういう意味でこの1ウェーブ目最強のキャラという感じになってます。はい、こういう感じでパッシブで解除してくれて、普通に動けると。で、反撃が消えてもですね、結構攻撃はできて、追加スキルとかでダメージバンバン与えていけるので、こういう編成でも、全然いけるかなっていう感じですね。はい、ではもう一つの編成、またまたゼラト前衛固定で、今度光属性ですね。反撃といえば光回論っていうことで、光回論とライダークラウで組ませて、やります。ライダークラウも結構良くてですね、免疫を付与することでスタンとかを防止してくれたりするので、わりかし悪くはないかなっていうところですね。あと全体攻撃も頻繁に打ってくるので、スキル3も打ちやすいっていうところで、わりかし相性的にはいいかなと思います。で、剥がしがあるんですけど、結構カイロン剥がされないですね。僕のカイロン抵抗切ってるんですけど、ほとんど事故らないので、たまに事故るかなぐらいで、免疫でスタンを防いでくれたりとか、あと反撃自体が毎ターン付与なので、1回剥がされてもまたすぐつけれるっていう点で、そこまで悪くないかなっていう感じがしたので、今回紹介をします。ちょっと月影だらけで難易度が逆に高いっていう気はするんですが、もしたまたま回路持ってたとかいう場合はね、こういう感じで使ってみてください。で、カイロンのいいところは火力が高いんで、わりかしウェーブが終わるの早いですね。さっきのアリア編成よりかは早いかなと思います。はい。で、2パターン紹介したんですけど、それでもゼラトいないとか、組めないっていう人向けに他のキャラも紹介をしていきます。まず覇者剣ですね。こいついたら、もうこいつがゼラトの代わりでもいいんですけど、難易度的には絶対ゼラトの方が手に入りやすいので、ちょっとどうかなっていう感じなんですけど、覇者剣もめちゃくちゃ強いと。
で、あとは、これも限定キャラなんであんまり紹介したくないんですけど、エドワード・エルリック。この辺りもですね、前回も結構使ってる方いたんですが、エドもデバフをカウンターできるので、非常に火力としては優秀ですと。で、あと反撃キャラで月影キャラとかアリアとか持ってないっていう人はもうメルセデスで行きましょう。メルセデスも反撃してくれますので、ちょっと確率になっちゃいますけど、火力としては悪くないキャラになります。でですね、覇者剣もゼラトもエドもいない。で、メルセデスは無料なので全員持ってると思うんですけど、本当にもうメルセデス以外卓がないっていう人は、ちょっと上級周回しかないかなっていう感じですね。地獄級だったらかろうじて、ラスとかと組んで、非属性誰かもう一人固めればいけるかもしれないんですけど、装備次第ではちょっと厳しいので、もうそうなった場合、キャラがもうそもそも足りないっていう時は、諦めて上級を回る方がいいかもしれません。ただ、ゼラトさえいれば本当になんとかなる1ウェーブ目なので、ゼラトさえいれば、こういう編成でもいいですし、ここを変えて、ラビーとかでも全然いいですし、ダメージ与えれるやつなら、もうゼラトとメルセデスでなんとかなるので、こういうラスとかでもいいですね。これで連携でちょっと攻撃もできるしっていう感じにしてもいいので、本当にゼラト持ってるかどうかで難易度が変わるので注意してください。はい、続いて2ウェーブ目ですね。今回はこんな感じ。これも去年とあんまり変えてないんですけど、去年はリビアスの位置が、カミラでやっていたんですが、今回2ウェーブ目のこの反撃の魔力っていう超上級にだけ存在するバフなんですけど、前回は7回攻撃しないとダメだったのが5回攻撃で良くなったので、ちょっと簡単にはなってます。で、今回リリアス、だいぶ持ってる人増えてきたかなっていうことで使ってるんですけど、連携もできて固定バフもつけれるので、バフを2つ以上付与した状態で殴りやすいというところで採用をしてます。で、アロウェルはバフ消し、相手のバフ消しとシールドの付与とか、護衛ですね。この辺りが優秀なので使ってます。で、アーディンはちょっと耐久がないと、集中攻撃を受けてしまうので、あんまり柔らかいと死んでしまうので注意してください。生命力1万以上。で、吸収セットだったらもっと耐えれると思うので、それぐらいを目安にしましょう。攻撃力が一番高い敵をね、相手が狙ってくるので、必然的に被弾が多くなります。で、相手の取り巻きは自分にバフがついてると反撃確率でしてくるので、必ずバフを消すように心がけてください。アロウェルの根力スキル1で、確実にね、消しに行っても構いません。で、シールドとか護衛をね、盗んできたりもするんですが、そういう時はね、うまいこと消してあげてください。こういう風に反撃してくるんですよね、バフがついてると。なんでしっかり根力使って消すと。もう片方が反撃してくるんですが、仕方がありません。こういう感じで取り巻きのバフを消しつつ、隙があればマグナを殴るっていう感じで、やっていけばわりかし、簡単にいけると思います。たまに事故って死んじゃいますけど、何回かやってればやれると思います。これが、リリアスを使ったやり方ですね。アロウェルとアーディンはわりかし手に入りやすいと思うので、問題なく持ってるだろうという前提で、やっています。リリアスがいない人はカミラでね、連携をしてください。はい、もう一つの編成。アーディンはいないっていう人いないと思うんですけど、まだクラスチェンジできてないとかいう場合は、光ランディ。光ランディも持ってねえよっていう方が多いかもしれないんですが、今回ね、月影の神秘召喚とかも来ているので、手に入れた方も多いかなっていうことで、ちょっと見せていきたいと思います。で、ランディはとにかく強い。もうこいつはね、RTA とかでもそうなんですけど、もう全てを破壊していきますね。もうとにかく反撃が出ればクリアできますんで、基本的なやり方は一緒。敵の取り巻きのバフを消しながら、リリアスで固定バフをつけて、で、ランディのバフを2つ以上にして、ボスを殴ると。
2つ以上バフがついてる状態で5回殴ると反撃の魔力が消えますので、3ウェーブ目が楽になります。でそれさえ消せれば、もうあとはひたすらリリアスで連携を、引っ張っていくと。運悪くランディが1回も引っ張れなかったら終わりなんですが、そんなことはあんまりないと思うので大丈夫だと思います。はい、反撃してダメージ与えていく。で回復もしていくと。いやもうね、強すぎこいつ。はい、ガンガン攻撃して吐きバフつけて、もう一回連携ですね。スキルにはあんまり使わないですね。もう使わなくても全然いいと思います。ひたすらスキル3と連携で、はい、反撃して、これ取り巻きもね結構倒せるので、アーディンより安定はしてるかもしれません。はい、バフ消してランディへ攻撃。ストレスなくねいけますね、光ランディの場合は。連携引っ張って、はい、連携引っ張れました。で回復もすると。結構この演歌っていうデバフのやけどみたいなダメージがね結構痛いんですけど、ランディだとわりかし反撃の追撃が出れば回復できるので、即死するってことはあんまないかなっていう感じですね。いやー、この連携とランディの組み合わせえぐいっすね。もうガンガン闘志がたまるんで、あっという間に相手の HP 削れます。はい、反撃して終わりと。はい、という感じの、編成になりますということで、難易度的にはキャラの難易度そんなに高くないと思ってて、リリアスとかも一応月影劇場とかで手に入ったりしますし、ランディに関しては今やってる神秘召喚で、手に入れることができる。基本的に今のエピックセブンってこのランディがいないと話にならないぐらいの強さを誇っているので、もしまだ持ってないっていう人は神秘でぜひ狙ってみてください。で、ランディを引けないよっていう人はもうこういう感じですね。アーディンで、ちょっと耐久に不安がありますけど、頑張って何度か、運ゲーを通していくという形ですね。で、月影キャラ、いやいや持ってませんよという方は、他にちょっと海外の方でやられていたので、ついでに紹介をしたいんですけど、ビブリスを使った方法があります。さっき見たように、取り巻きにバフがついている場合、30% だったかな。30% の確率で反撃をしてきます。なので、その反撃を狙ってビブリスを刺していくっていう感じの編成をやられている方がいたんですけど、他のキャラはこういう感じでしたね。こういう感じで、ベローナはですね、専用装備に弱体効果を1個消すっていうのがあるので、演歌のデバフを消したりもできます。で、あとは残った演歌に関しては DNA のスキル2で消していくっていう風なやり方で、これはですね、装備が揃ってればオートでいけるので、わりかし楽そうには見えたんですけど、僕の装備だとちょっと耐久に不安が残ってて、DNA がね、先に死んじゃったりとかするので、そういう場合は手動でやって DNA のスキルのタイミングを測ってあげてください。で、あと、反撃が出なかったら、もうビブリス発動しないんで、そのまま死んでいきます。なので、ちょっと運ゲーにはなるんですけど、どうしても月影キャラがいないという方は、これもですね、限定キャラ2体いるので、そんなに楽に組める編成ではないんですけど、もし、これは持ってるっていう方は、試してみてください。はい、最後3段階目は、ブリック、モンモランシー、シューで一気に決めます。ブリックのスキル3を、打って、まず防御力ダウンを入れてください。で、3ウェーブ目はデバフが入ってると与えるダメージが減ってしまうので、必ずアタッカーのデバフを消します。今回で言うとシューですね。で、防御力ダウンとシューのデバフが消えたら条件が揃うので、スキル1の根力を全部ぶっ破してください。で、あとはシューの期限次第で追加が出れば一瞬で倒せます。で、3ウェーブ目は長期戦は無理な敵なので、多分めちゃくちゃ難しくなるので、できればですね、短期決戦で
やるようにしましょう。でブリックもねシールドとかあるので、時間を稼ぐことはできるので、最初のさっきのねコンボが決まればかなり楽にいけると思います。でデバフついちゃうと本当にもう5000とか8000とかもう1万超えることのないダメージになっちゃうので、必ずですね消してください。でブリックのデバフは消さなくても自分で勝手に消してくれるので、アタッカー優先で解除をすると。であとは殴る、防御力ダウンがね結構相手のスキルで消されるのでちょっと運になるところもあります。もっとね週の機嫌良かったらもう終わってるんですけど、今回ちょっと引きが悪かったですね。だいたい根力8つあればもうそれだけで決まると思います。身の程知らずの傲慢だね。見るに耐えないものだ。はいっていう感じなんですけど、ちょっとねまだねウェーブさんが今見た通り運が悪いとちょっと順番とかで事故る可能性があるかなっていう感じで、たった3回のチャレンジなんで多少の事故はなんとなくクリアできるかなと思うんですけど、前回使ってた編成がこれですね。セクレットとプランで、あとフューリオスですね。これでもいけないことはないと思うんですけど、さっき見た通り命中率ダウンを反撃でつけてくる可能性があるので、セクレットに命中率ダウンが入ると終わりっていう感じなので、どっちがいいかな。3ウェーブ目まで結局行かないといけないので、どっちの編成でも結局運ゲーする回数は同じかなっていうことで、好みの方を使えばいいかなと思うんですけど、このちょっと軽くワンショット気味の編成か、さっきの根力貯めて週で一気に倒すっていうやり方のどっちかになると思います。ちょっとそれ以外だと持久戦が難しいボスなので、なるべく早期に決着する方法ってあんまりないと思うんで、今のところ僕はこの2編成でしかちょっと安定してクリアはできていないので、もう少しね探ってはみようと思うんですけど、今回の動画ではこの2編成で試してみてくださいっていう感じになってます。はい、というわけで、今回ちょっと簡単にですね紹介をしてきました。で上級に関して、地獄級ですね。地獄級に関しては、さっき紹介した超地獄級の編成丸ままコピーでいけます。単純に敵の攻撃力とか HP とかが下がっているっていうだけと、あとギミックが少なくなっているだけなので、特に苦労することなく超上級をクリアできる方は問題なくいけると思うんですけど、超上級クリアできないっていう人もこの編成を真似てですねやれば地獄級も攻略はできます。で地獄級の2ウェーブ目だけワンショットが多分また今回もできると思います。前回も確かできて紹介をしたんですけど、この編成ですね、いつも通りの闇アンジェリカ・ストラゼス・シュリ、これでワンショットできるはずなので、今回ちょっと試してないんで、もしかしたら敵の攻撃力がちょっと調整されててワンパンできないとかある可能性はあるんですけど、前回と同じだったらこれでワンパンはできるはずということなので、試せる方はぜひ試してみてください。ちょっと今回まだね装備調整してないので試していないんですけど、そこまで難しい敵じゃないので、わざわざ装備変えてワンショットする必要はないと思うんで、僕のおすすめは連携ランディで破壊することですね。これが一番多分簡単です。ひたすら連携して、ランディで攻撃していくと。で、地獄級だったらもう下手したらこういうのでもいいかもしれないですね。こういうのとかでもいいですし、あと他だったらアンジェリカ使ってこれでやるとかね。これでひたすらアンジェリカで受けつつ連携でランディ引っ張るみたいなやり方でも多分地獄級だったら余裕でいけるんじゃないかなと思います。はい、というわけで前回去年の1月に火の降臨が来ていたので、それから実装された英雄使ったらわりかし今回簡単に珍しくですね僕もつまらずいけたので、結構簡単になったんじゃないかなと思います。あくまでキャラが揃っているっていう前提なんですけど、この後ですね生配信でちょっともう少しこの地獄級と超地獄級で遊んで
いろんな編成で試してみたいと思うので、今回紹介した英雄を持ってないとか、どうしてもうまくいかないっていう方はぜひ、ライブ配信の方のアーカイブも見ていただいて、参考にできるものがあればやってみてください。はい、というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。